春雨物語。捨石丸。道のくの山に黄金花咲くと昔から歌われるが、その通りである。山のふもとの里に織田の長者という人がいた。東の果ての国では類いないほど栄えた家であった。父は家も家業もすべてこの小伝寺に任せ、自分は明けても暮れても酒を飲んで遊んでいた。小伝寺の姉常は夫に先立たれ、親に許しを乞い尼となり、法縁比国と名を改め、修行に励んでいた。母がいなかったので、家のことを取り仕切り、慈悲深く、いつも出入りする人々に感謝の念を抱いて仕えていた。この家には捨石丸という男が出入りしていたが、背は六尺、約180センチ余りもあり、よく太り、世に抜きんでた大酒飲みで、よく飲みよく食べた。長者はこの男がお気に入りで、酒を飲むときには必ず呼び寄せた。あるとき長者が酔った勢いでこう言った。お前は酒をよく飲むが、酔えば野山でも構わず寝入ってしまうから、捨てた石のようだとあだ名がつくのだ。寝込んでしまっていては、熊か狼に食べられてしまうぞ。この剣は、5代前のご先祖様が怪力を誇って、歯を広く打たせた代物だ。あるとき熊に出くわし、襲いかかってきたのを、この剣を抜いて首を打ち取って帰ってきたので、熊切丸と命名したものだ。お前はきっと酔いつぶれて食われてしまうから、常にこれを持っていなさい。守り神になってくれるだろう。と言って、捨石丸に剣を渡した。捨石丸はうやうやしくいただいて、熊や狼などは素手で退治してやりましょう。鬼がやってきて食おうとするときは、鬼去り丸とでも呼びましょうぞ。と言って左に置くと、祝いの酒だとどんどん飲んだ。酌をしていた道女が、三升を過ぎますよと笑う。ああ、いい気分だ。外の風でも浴びてくるか。と、捨石丸が千鳥足で出ていく。長者はそれを見て、あれではせっかくやった剣をなくしてしまう。家まで送ってやろう。と、立ち上がったが、長者の足もよろけている。小伝寺が危ないと思い後を追うと、案の定、捨石丸は川の淵に打ち倒れ、剣は頭の方に捨てられていた。案の定だ。すると、長者が剣を拾い上げて、捨石丸が目を覚ました。くれたものをまた奪うのか。
ステイシマルは主であるのも忘れて掴みかかった。長者は力に耐えられず、剣を持ったまま仰向けに倒れ、ステイシマルがその上にまたがった。小伝次はそれを見てステイシマルを引き離し父を助けようとしたが、力が弱く思うようにいかない。ステイシマルは小伝次を右手で掴んで、若君何をすると前に引き倒し、長者の上に打ち倒した。ステイシマルがようやく主と気づき、手を緩めると、小伝次はステイシマルを突き飛ばし父を助けた。父は起き上がって剣を取り、お前は本当に日本一の力持ちだ。武蔵坊と申せしは斎藤一の法師なり。と、拍子を取って歩き出した。ステイシマルはその後ろから、衣川へと急がるる。と、ついてくる。そして剣を奪い返そうと手をかけると、するりと刀身が抜けてしまい、ステイシマルの腕に突き刺さった。その血が長者の顔面に降り注いで血まみれになった。小伝次はステイシマルが父を殺してしまったと思い、後ろから力いっぱい押さえつけた。ステイシマルがそれを前に引き回して顔面を殴りつけ、小伝次の顔にもいくらか血が降り注いだ。父はそれを見て、息子を傷つけられたと思い、鞘で顔を殴りつける。ステイシマルがそれを抜き身で受け止めて、何やら歌いながら、また長者を捕まえた。さすがに歯を当てないものの、自分の血が流れて、長者の着物が真っ赤に染まった。家の使用人が一人二人と追ってきて、何をしている？二人を殺す気かと言って、ステイシマルの前後に掴みかかる。ステイシマルは我に返り、何か間違いを犯したのかと、二人を左右の脇に挟むと、殺してないと叫んで逃げていった。二人の使用人も捕らえられながら、人殺しだと叫んだ。ステイシマルは、もしかして二人とも殺してしまったのかと、使用人を川の深いところへ投げ落として逃げた。長者はまだ酔いから覚めなかったが、血まみれになりながら剣を掲げて千鳥足で家に帰った。小伝次も後について帰ると、家中の人々が集まって、どうしたのだ？何があった？と騒ぎ立てたので、小伝次がそれを制して、父を寝床へ連れて行った。姉は不審に思い、この血は何ですか？と問いただすと、ステイシがもらった剣を自分の腕に突き刺したのです。私も少し血に染まりましたが、怪我はありません。と言った。姉は胸をなで下ろした。ステイシマルは、主を殺してしまった。と思い込み、家に帰ることもできず、どこへともなく逃げ失せていった。
使用人たちは川底に沈み、虚しく死んでしまい、里中が大騒ぎとなり、ステイシマルが主を殺して逃げたのだ、と皆が長者の屋敷に集まって騒ぐのを、小伝次が、決してそのようなことではない。あいつの血が父にかかっただけだ、と制した。それならば、使用人たちの遺体を引き上げないと、と皆は走っていった。どういうわけか、父は朝になっても起きてこなかったので、姉と小伝次が寝床へ行ってみれば、父は口を開け、目を閉じ、体は冷え切って死んでいた。なんということだ。急いで医者を呼んでみてもらったが、これは急病で亡くなっております。もう薬を飲ませても仕方がありません。と言った。兄弟は泣きまどった。家の者たちは再び騒ぎ出し、やはり主は殺されたのだ。慈悲深くも急病ということにしたのだ。思いやる心にも程がある。と口々に言った。この件は国主までにも聞こえ、代官が急ぎやってきて、かねてから長者の富を羨んでいた代官は、この機会に取り潰してやろうと考えて、遺体を改め、これは血こそ注ぎかかったものだが、どう見ても殴打されたのが死因である。小伝次を、親を殺されながら取り逃がし、病気だなどと申すのは怪しいことこの上ない。と真実を曲げて言う。医者が立ち会って、少しも打たれているところなどありませんかと言ったが、代官は目を怒らせ、己は賄賂をもらって偽りを言うておるな、と医者が捕らえられたが、さすがに小伝次は捕らえられず、国主の御前に参れ、と連れて行かれた。小伝次は国主の前で終始を事細かに話したが、国主も長者を妬ましく思っていたので、いや、どうにも不審な点が多い。医者は牢獄に閉じ込めておけ。小伝次の家は数百年の間、武士でもないのに対等を許され、槍、馬、腰も許されている以上は、武士の扱いを受けても致し方ない。目の前で親を撃たれながら、偽りを申し立てるとは何事だ。国の法により処すべきところだが、見逃してやろう。ただし、親の仇の首を下げて帰らねば、所有している野山、家の財をすべて召し上げ、追放とする。さあ、早く行けと言って、奥に入ってしまった。
小伝次は肩を落として屋敷に帰り、姉に、私は病こそしないが、骨が細く、刀こそ振りますが、人を撃つ術を知りません。捨石丸は剛腕で、対決すればきっと殺されるでしょう。姉は泣く泣く、私の舅殿は、日高見の神主です。弓矢を持って、道のく日立の荒くれ者たちをよく従えさせています。行って刀を打つ技を習いなさい。きっとあなたを大事に思い、細やかに教えてくれるでしょう。と言って、丁寧に文を書き添え、小伝次を旅立たせた。小伝次はこれを頼りに、急いで日高見の社に向かった。神主の春長は話を聞いて、哀れな話だ。力には限りがあるが、技は修行するほどに変幻自在である。容易に打てるようにしてやろう。と、年を超えて修行させ、小伝次はその修行に一心不乱に打ち込んだ。1年が過ぎると、神主は、よし、助立ちも許されてはいるが、男のすることではない。一人で行け。仇に会うことができたら、きっと首を取って帰るのだ。と、諌めて旅立たせた。途方に暮れていた心は、すっかり断ち消え、身も軽やかに、まずは江戸へと目指す。一方、捨石丸は、そぞろ神に誘われるように、江戸のあちこちを昼夜逃げ回り、その日暮らしの力仕事に雇われ、力士に混じったりして暮らしていたが、ある国の国主が相撲と酒を好んでいたので、話し相手として召し抱えられていた。何者ぞ、と問われて、捨石丸は愚直なままにありのままを申し上げ、それならば、主の仇であるか。その息子が弱くとも、ただではおかないだろう。富豪というなら、数に物を言わせて捕らえに来るやもしれん。今年は国元に帰るので、かくまってやろう。さあ、と、かごのそばに隠れて、国元へ共に下っていった。小伝次は捨石丸を探し回って、江戸のあちこちを巡り、3年も過ぎたとき、捨石丸がある国の国主の世話になり、西に下ったと聞きつけて、その日のうちに向かった。豊の国の何がしという国主で、心の広いお方だった。このように養ってもらううちに、捨石丸は酒の毒であろうか、悪性の腫れ物ができて、足腰が立たなくなってしまった。捨石丸は国主に申し上げた。主を殺してこそいないが、悪名は高く、
罪は大きい。若君は穏やかな方なので、私を討つことができず、出家でもして、姉君と同じ層になっておられるでしょう。生きて撃たれようと思っても、足腰が立たなくなってしまっては、400里も行くことはできません。聞くところによると、この国の何がしの山は、岩がむき出し、道を回って8里もあると言います。ある人の対岸で、この岩1里ばかりを道に切り通せば、往来する旅人は、夏冬の厳しさをしのぎ、命を落とさずに済む。今少しずつ穴を掘って、一丁ばかりと聞きます。亡き主を弔うためにも、これを貫通させて、世のため人のために尽くしたいと思います。足腰は立たねど、力はありますので、よくよく努めたいと思います。と、主にいとまをいただき、20人がかりでも持ち上がらない鉄槌を振り上げて、率先して打ち始め、およそ1日に10歩は打ち抜いた。国主は民に、力添えを、とお触れを出し、民は出た石くずを払う作業を手伝った。そうして1年ほどが過ぎ、もうすぐ貫通するという時になって、小伝次が訪ねてきた。捨石丸は、主を殺していないことは、若君だけが知っています。しかしこう世に広がっては、どう申し訳しても意味がない。私の首を打ってお帰りください。という。小伝次は首を打ち取るつもりで来たが、この険しい道を開き、長き世の助けとするのは、父の手向けのためと聞いた。さあ、私も力添えしよう。家が滅んでも、どうということがあろうか。はじめあるものには、必ず終わりがある。時の運なのだろう。姉は仏弟子なので、きっとわかってくださる。心静かに修行に励むことでしょう。お前を力添えした後は、姉のところに行って修行でもするさ。と言い、海外しく民と一緒に石を運んだ。捨石丸は、なんと尊いことだ。そのようにお考えになって力添えをしてくださるとは。ああ、神よ、仏よ。と大いに喜んだ。捨石丸はある日、こんなことを言った。若君は私を撃とうと訪ねて来られたが、骨が弱く、力もないから、足腰の立たない私でも、討ち取ることはできなかったでしょう。小伝次は何も答えず、
そこにあった20人ばかりで持ち上げようという岩を踊り立って蹴り飛ばすと、岩は鞠のように転がっていった。ステイシマルは驚いて、いつの間にそのような力をおつけになったのですかと不思議に思い尋ねると、小伝次はさらに腰の弓をつがえて、ひょうと放った。すると狩りが2羽に抜かれて地面に落ちた。お前は力を誇っているが、力には限りがある。技は千変万化。お前の足腰が立って私に向かってきても、子供を制するようにたやすく打ち取ることができるだろう。ステイシマルは不死を拝んで、愚かにも私の心がおごっておりました。と心を改め、小伝次に物を問い、学ぶようになった。そうして月日が経ち、年を重ねて、およそ1里ほどの岩を打ち抜いて、道は平らになった。ところどころ岩窓を抜いたので中も暗くない。元の道は8里もあり、休憩するところもなく、夏は照り殺され、冬は凍えるという道であったが、この岩穴のおかげで、行き来がしやすくなった。馬に乗って槍を立てて進んでも支障はない。神代の昔、大国主の御事と少な彦の御事が国を作らせたというが、これほど見事な工事ではなかっただろう。国主は大いに喜んで、道のくの国主に使いをやり、敵討ちの剣をうまくまとめたので、小伝次は国主にお礼を申し上げて帰っていった。ステイシマルはほどなくして病で亡くなったが、岩穴の入り口に祠を建てられ、国中の人にステイシ明神として崇められた。小伝次は東国に帰り、国主の罰を受けることもなく、ますます家は富み栄えた。姉の喜びはどれほどであったか。日高見の社が大破して何年も経っていたのを、小伝次がこの度のお礼にと、金銀財宝を刻み込んで作り直させ、キラキラとした荘厳な装いになり、昼夜を問わず隣国からも参拝者が絶えず、祈願しにやってきた。神の霊言もあらたかで、この神社には宝やぬさが集まり、満ち満ちて東国に二つとない狼として祀られたということである。